ほどはすみませんでした。マイクの音が入っていると思います。信じております。信じるしかございません。ございません。ございません。あ、そうか。うん、質問は、星印を。おはようございます。おぎそです。ちょっと先ほどすみませんでした。入ってるでしょ多分ね。祈っております。モデレーター、ポップアウト。多分大丈夫かなと思います。今日は青い池というのを書いていこうかなと思います。40%、絵の具さん大丈夫かなエミさん40なんか漫画。ごめんなさいね。本当おじさんはね、その辺のチェックまで、しっかりできずに、Windows が勝手に11になってるっぽいんですよね。いつそんなん押したかな。うちの妻もいじってへんっていう、勝手にこう、アップデートされて多分その時の不具合かなというふうに思います。大丈夫そうかな。今日ちょっとここにね、パレットを、小さくして、キャメラをですね、置いてますんで、基本的に上から画像が中心になってしまうかなと思いますけども、よろしくお願いいたします。北海道ありがとうございました。めっちゃ楽しかったですよ。夜もね、楽しそうに飲んでましたけどね。ほんとね、おっさんね。あんな感じですよ、いつも。ね、もう飲み屋が大好き。でも、本当に少なくなりましたもんね、仕事辞めてから。ガクッと減りましたからね、もうね。痩せんのかと思いきや、全然痩せへんというね。IU さんも、おさえさんも、赤坂さんも、皆さん、絵の具さんも、伊藤明さん、聞こえますね。ありがとうございます。伊藤千恵さんも入ってますと。今度は大丈夫でしょう。本当に Windows が11かなんか勝手になったっぽいんですよね。やめてくれよっていう感じですよね。もう本当に。今日ちょっと上級者向けって書いてますけどね。いつも初級者向けっていう風にしていると案外視聴者のあれが多いんですけど、上級者向けって書いたらどうなるかなと思って、遊んでみてます。まあ、初心者でも書けると思うんですけどね。書けへんわと突っ込んでますか。皆さんおはようございます。ちょっとね、今週ちょっと鬼高評価が多くて、74枚あったかな？ 75 枚やとか4枚あったんで、先ほどまで録音しておりました。それもあって、ちょっと遅くなりました。ね、これ終わったらね、土日めっちゃ楽しいのでね。でももう本当に唯一の仕事というかね、今なんかコミュニケーション、人と、社会とつながる唯一の術みたいな感じなんで、本当みちみちさんも見ましたよ。ゆうさんの絵も見ましたよ。あと誰かなくまこさんもおはようございます。ゆきひろやりえさんもおはようございます。けいこかまださん。今日もアイコン変えてみました。アイコンね。ボンの羊さんもいいですね。ボンって書いたのね。初心者向けも書けませんでした。で、おさえさんお休みですか今日はね。皆さんよかったですね。私はもう本当に今日朝からお兄ちゃんがもうクワガタがとわけわからんこと言っていて、まあ、友人がですね、クワガタがもうおったでという、まあ、去年も出てきましたけどね、博士と呼ばれています、我が家では。クワガタ博士、勝手に博士と呼んでますけど、ほんまにめちゃくちゃおる気があるみたいなんですよね。こう、平田クワガタがなんかね、もうマジかと。で、いつ届くねんということを朝からギャー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 言うとりますわ。もうほんとうっさいなと思いながらですね。奈良っていうとこ遠いんやでって言っても分かってくれません。もう、早くしてくれ、早くしてくれと言ってます。ね、おはようございます。皆さんね。よかったら質問など大丈夫かなインターネット接続状態は非常に良好ですと。やっぱパソコンでやる分にはね、その Wi-Fi さんがね、2時から仕事してます。2時から。いや、2時に仕事しだしたというより、誰かがおしっこ漏らしたんで、もう、わーっとなってですね、もう本当わーっとなったっていうか、まあ、ね、お布団のあれしたりとかして、まあ、妻がやってたんですけど、僕はぼーっとしてたんですけど、そこからもう起きてしもって、そこからずーっといろんな仕事してます。高評価を取ったりですね。そんな日もあるわということで、今日は午後はもしかしてどこかね、遊びに行けたら行かないかもしれませんがね。と思ってます。天気ね、いいですよ。めっちゃ晴れておりますよ、こちら。博士からまたもうね、博士から届く動画、もう作らんといかんですね。もう博士はね、博士っていう、本当に別に、面白いでしょ北海道の人とサッカー部でね、あれなんですよ。ね僕全然サッカー部ちゃうんですよ。なのになんか長い付き合いというね。
応援団、僕は応援団であったというか、応援団とよく遊んでいたというか、そういうのをこう団旗を持つ、団旗か国旗か忘れましたけど、そういうのを持ったりするのを手伝ってあげたりしたんで、最後のこう甲子園のこう大会みたいなのは私、立ってましたよ。こうずーっと重たい旗持って。美術部だったんですけどね。で、もう一人は、S 君という剣道部のキャプテンが、後期か短期かをどっちかを持ってという形で、お手伝いで、仲良かったからですね。そんなこともしてました。応援団の部室でね、本当にいろんなことがありましたね。はい。よいしょ。ちょっと鉛筆でしっかりと書いていってます。もう濃い鉛筆ですね。2B ぐらい使っていっております。のりゅっちゃんさんもおはようございます。けいこさんも、コジェヌさんも、コジェヌさん、すみません。メールするの忘れてまして、っていうかまだ食べてないんですけど、ありがとうございました。なんか、昨年もいただいた富山のやつかな。あれはたまらんですね。酒のつまみをありがとうございました。皆さんね、ありがとう。本当いろいろ、これも美味しいですよ。ありがとうございました。これもめっちゃ美味しいですよ。多分お腹が空きそうなんで、これ後でいただこうかなと思います。だいぶボリボリ食べてますけど。もうほんと。10時前ぐらいから、まあ、2時間ぐらいかかるかなと思いますけど、1時間半ぐらいをなんとかめどに、頑張っていこうかなと思います。まあ、ライブ配信、屋外でやるときは1時間って大体こう決めてね、あれやっているんですけど、大体1時間ぐらいでいつもやってるなっていうの、皆さん驚きますよね。見に来られた方がやっぱめっちゃ驚いてますよね。ほんまやって。喋ってあるわと。で、今回はね、旅の道中なんかね、髪の毛を夏用にこうすいてるお兄さんが、ついてくれたのですね。夏用にちょっと短めにすいてはる、方がずっとくっついて回っていたので、すごくチャットを読んでくれたりですね、チャットを読んでくれたりしてですね、助かりましたね。ほんとね。ちょっと短めにね、この辺をぐーっとこう刈り上げてね、ここまで刈り上げて、ここだけファファっと残してる。まあ、美術の先生のお師匠さん筋が一緒やっていう話をしたんですけど、なぜか昨日、メッセージがここの美術の先生から元気してるって来て、YouTube 見たねっていう、ごめんなさい、また返してへんわ。すいません。はい、なんか、メールが来て笑っちゃいましたけどね。はい、なんかね、もう本当に、なんか、もうおばあちゃんやでって言ってました。そうかもしれませんね。もう70、うちの袋とか同い年ぐらいだから73、4かな。息子さんが僕と同い年やってずっと言ってたような記憶あるんですよね。ね。よいしょ。結構大胆に書いてってますね。2B でもね、このね、これめっちゃ濃いですよ。この、あれね、濃いですよ。質問あればしてください。おずんさんもおはようございます。いやー、昨日ね、さよなら良かったですね。僕も見てました。珍しくね。見てたかな。そうね、チビたちが寝た後に見たな。だいぶ酒飲んでって、なんか動画の編集ぼーっとしながらしてたから、瞬間というか、スタンドに消えていくところを見たっていうだけでしたけどね。いや、でもなんかちょっとね、強なってきましたね。秋広くんが昨日ベンチスタートやったからですね、もう秋広くんがベンチスタートで、ね、争ってますよね。こういう強い時ってやっぱりこう、ベテランと若手が、何の話とね、ミキさんもおはようございます。ミキさんもおはようございます。福岡の件はよろしくお願いいたします。ね、二階さんでしたっけ。今誰ですか幹事長は。コージエヌさんも幹事長、代理、いろいろね、よろしくお願いいたします。何の話やねっていうのを、ここだけの話ですけどね。北九州計画はね、ちょっとずーっとあるんですけどね、鉄道博物館っていうのがあるっぽいので、行こう行こうと。すいません。動画をね、こうこれね。いや、最後の2高評価も取れたんでよかったなと思います。これ今何を編集したかな。ちょっとすみませんね。24分やから違うね。じゃあ、こっちやから、こうね、動画をこういう風にちょっと見せましょうか。この辺見れるかな。ね、こうやってほら、緑の黒巻おじさんがいて、ね、で、こういう風にこうスマホで編集してるんですよ。で、こうやってね、ごめんなさい、これ最後の方。見えちゃったね、内容ね。で、これを、こういう風にして保存って押すんですけど、40分ぐらいの動画はね、3、40分この保存がかかるんですよ。大変でしょ。だからほったらかしにしてるんですけどね、こうやってね。っていう感じで、今週は、8本やったから今日朝1本あげました。
8本ですね。でも、全然大丈夫ですよ。もう、目標、200人ですからね。1週間200人というのを目指したいなと、本気で言ってるんですけど、ね、それぐらいできますよと。これがちっこいので、もうちょっとこっちゃったかな。これが斜めのやつで、ここが違うね。ごめんなさいね。もうちょっとこっちゃったね。もうちょっとこっちゃったね。よいしょ。もうちょっとこっちでした。この辺は違うぞと。なんかそんなんでも後でね。こんな感じで、下書きを。で、ちょっと水のこの波紋の流れとか。ものすごい風強い日やったんですね。届きました。すいませんでした。連絡遅なって。ごめんなさいね。ミキさんもよろしくお願いします。僕ね、福岡のあそこの、仁王谷のところの、すごい近くに、仁王谷があって、仁王谷あって、で、この交差点のこっち側に美味しいイタリアンあるんですよ。もう、店指定かえと。あっこどうでっかね。なんて店やったかな。まだあると思うんですけどね。僕の水彩が多分ね、トイレの横とかにありますよ。めっちゃ美味しい水彩。昔なんか学生さんとかと一緒にやった記憶ありますわ。あそこのイタリアンはすごい美味しいんで、あそこいいかなと、ピザとかも美味しいんで、ね、いいかななんて思ったりするんですけど、何の話やねって感じですね。松岡さんもおはようございます。スマホ編集、そうそうそう。いや、パソコンよりもね、パソコンも何本か動画編集したけど、ね、楽なんですよ。ただやっぱアプリケーションがそのしょぼいから、文字とか、しょぼいって言ったら作った人は失礼やな。アプリケーションがもう3年前と変わってないから今やったら新しいね、アプリケーションとかあるかもしれませんけどね。リキテックさんの使っていきましょうね。これを結構まずドンといきましょうか。これは何ですか？ブリリアントブルー。どの辺かな？どの辺まで映るかな？この辺まで映るね。これの角度を変えればいい。もうちょっとこうした方がいい？どんな感じ？グッと。もうちょっと奥までした方がいい？わからんな。とりあえずやっていってみますね。この辺に映るかな？この辺も映るかな？よし。もうほとんどあれ。ブリリアントブルーと。ね。これもいいんじゃないですか？コバルトターコイズ。コバルトターコイズも行きましょうね。ブリブリブリ。結構量置いてますよ。このグリーンいきますか？グリーン、クロミニウムオキサイドグリーン。ね。グリグリグリと。これは黒はいきたいね。黒。これをこっちの方に置きたいんやけど、この辺は映る。この辺は映るねんな。この辺は映るね。黒。イタリアン。ちょっとお店の名前ちょっと忘れたんですけどね。角っこ、トイメンの角っこあそこ美味しいなと。そこまで高くないと思うんですけどね。ね。茶色。もう福岡はね、もう何度ももちろん行ってるからですね。福岡の美味しいものって言うてね、食べに行っても、何度かこれ話してますけど、社長さんとかがね、沖田くんじゃあちょっと食べ行こうと、ジェストしろ。ね、連れてってもうて、カウンターのとこ向こう見たら、佐賀牛さんいかとかね、佐賀牛とかね、佐賀さん呼ぶこのイカとかね、ああいう、三つ瀬鳥とかね、全部佐賀やんとかっていうオチが結構あるんで、濃い青が欲しいね。ウルトラマリンブルーみたいな色。あと茶色。よいしょ。コバルトブルー。茶色か赤。もうちょっとこれは明るめのバーンとしてんな。ちゃんと名前表示されるように戻ったって、このチャットはね、大丈夫なんですよ。あの、スマホの中の動画とかを見たら、僕のやつだけかもしらんけど、そうなっとるんですよ。だからこれね、もう本当もうどうにかしてほしいと思うけど、設定なのか、一生懸命探しても探してもなかなかないですよ。コメントなんですね。これチャットは問題ないですよ。まあいいか。普通の動画とかのコメントが、なんていうの、YouTube スタジオっていうので見たら大丈夫やったり、普通の YouTube で見たらもう何かようわからんかったりとかなんですよね。だからアイコンがすごい明確な人は覚えれますよ。伊藤那須さんとかも覚えれますよね。みちみさんもみっちゃんが覚えられますよね。マー君って誰やろ？マー君。初めてね、マー君。いいですね。マー君初めてでもないか。マー君。いいですね。田中マー君ですね。喋りながら書ける。まあね。ある程度慣れですよ。何度か話してますけど。
カルチャーセンターで教えたことがあって、大学何年生かなんか。これ、黄色。その時に、お姉様方が、先生ってね、先生、私のちょっと加湿してくださいとかね、すんごい言われたんですよ。24ぐらいですよ。きつかったと思いながら、きついじゃないな、嬉しかったんですけど、その時に、一人に喋ってたら、拉致あかんぞと思って、で、対一人にこう喋ってったら、拉致開かないじゃないですか。それで、なんかてあれへんかなと思って、編み出したのが、この方法や。ちょっとすみません、ワンチンが見当たる。喋りながら描くということをすると、まあ、周り、その辺一帯の人たち全員に声かけれるというか、で、その辺一帯の人に声かけれたりするでしょ。その一体周りの人たちもなんかこう、そのお話聞いたりとか書き方見たりとか、今みたいな感じですけど、ちょっと満足してなんか帰るとき嬉しそうに帰ってってたんですよ。で、それ見ながら、もう黒ですね、ミッキーね。それ見ながら、あ、もしかしてこれって、こっちね、できたら楽ちゃうかと。もちろんね、日頃別に喋りながら書いてるわけじゃないですよ。頭おかしい人ですからね。思い切ってこう、ずっと。ね、そんな、わけないですけどね。弟ちゃんは、まあ、今寝てます。北海道地震えらい心配してくださってすみません、ありがとうございます。大丈夫でしたよ。すっごい音したんですけどね、ビー、ビー、ビーとか言って、ウィー、なんじゃとかっていう感じはあったんですけど、あれライブ配信終わって本当になんか2、3分後やったような気がするんですよね。なんか悪いことしたかなと思いましたもんね。もう悪いことしかしてないですけどね。思いましたよね。そうなんだ。Google の拡張設定をいじると、なんかなるページがあって、僕には難しすぎて先生にお勧めできませんでした。そうかもしれん。Google のなんちゃらかんちゃらがあって、どうちゃらこうちゃらみたいな感じやったからね。まあそこまで不便してないですけどね。もしかしてそれかもしらんね。Google の拡張ページのどうちゃらこうちゃら。なんか Google がどうちゃらこうちゃらしてくださいみたいなのがなんか来て、なんかいじった後からなんかそうなった気がするんで、いや、参ったなと思ってるんですけどね。ありがとうございます。ちょっとその言葉だけを覚えて。まあ、暇な時やります。暇なかったらそのままでええかなと。20代の時に身につけた話しながら描くことが今 YouTube でまさか役立ってるとはね。まさかさんすごい面白いもんですよね。本当にね、古石場文化センターっていうところでね、まだあるみたいですよ、その会みたいなのは。何年か前、動画の会って言って、うわ、うまいこと言うたな、思って、土曜日にやってたから、動画の会って言って。で、その時アクリル教えてくれって言われて、その文化センターの人が、なんか、電話してきて、それね、なんか、本かなんか出してて、で、それの本かなんかの裏側にこう名前書いてあって、その出版社の方に、ぜひこの人に教えてほしいんですけど、ちょっとこう電話あったんですよ。で、それがまだ大学、何年生かな院生か院一かなんかやった時なんですね。で、もうすでに皆さんとこう、大学生とかやっぱりカルチャーセンターとかで教えてるとか言うてる人多かったから、でもね、僕はダメやったね。初めはね、嫌じゃなかったですけどね、疲れてた。毎日、なんかもう要望に応えすぎて、今度抽象画の授業してください。ちったら抽象画の本1週間で読むでしょとかね、2週間か1週間で読んでとか。っていうのが、答えまくってたからですね。今、でもあの方々も85とかなってんちゃうかな。20年前やから、当時65ぐらいやった気がしますもんね。たまにこうね、古典とかすると来てくれますよ。ね。こんばんはと、ミクさんとミキさんいますね。今朝一人で油絵描いていたので、配信嬉しいですと。一人で描いてましたか。ね、一緒に描いてる気分になりますか。ね、一人でまあ大体描くんですけどね。なんてね。ピュッ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 。お兄ちゃんが、来るんではないか。ちょっと、もう木のところだけはしっかりとわかるようにしておきました。どうしようかな、ここから進めるのね。で、ちょっとこう、緑の、だよかな。緑の、黒を混ぜて、ちょっと緑の濃厚な緑のところだけ少しこう書いておこうかなと思います。
あと、赤坂さんおめでとうございました。もうなんかすごいですね。リキテックス賞05点みたいなやつね。と思って、うわ、すごいなと思って、おめでとうございました。リキテックスの森岡とかあのあたりの方、ぜひね、サイガ堂やったっけ？間違えたらすみません。勝手に告知してください。ね、そこで、こう、リキテックスなんとか賞。でも高校生とかも結構賞取ってたね、あれね。っていうね、っていうのがあったんですけど、そんなのを見てた時になんか、あんまり僕、最近こう SNS を見ないんですね。Facebook とか。特に理由はないんですけど、Twitter とか Instagram とか、ただポンと投稿するだけとかやったりするんですけど、ちょっとこう Facebook 見たら、青木茂記念大賞展って久留米市美術館でやるやつあるんですけども、あれの大賞が昔の教え子でしたよ。一週間ぐらい前にあって、発表になってて、ウェイと思ってよかったやんと思ってね、30いくつなのかなから35、6ぐらいかな。なかなかそういうこう、賞とかには恵まれんかったけど、よかったやん。初めて多分賞取ったんちゃうかな。よかったやんっていう感じでね。ほんといつでもおごってもろていいで、僕はね。待ってるよ。君にいくらおごったか。よいしょ。じゃないですけど、アクリルデモがある種のような高級種は効果出るんですか？いやー、ある種に書いたこと、書いてるか。いや、あんまり僕何でもええかなと思ってるんで。効果とかは、まあ、やっぱ、もう持っていってる紙があれ、いつもある種なんであれで書いてるんですけど、いや、別にこう、アクリルやったらこういう、今、キャンソンボードっていうのを使ってます。十分かなという気はしますけど、紙をそんなにこう持っていくのめっちゃ重くなるから、いつもある種を持っていっているんですけどね。ある種の、あれを持っていってるんですけど、ちょっと効果まではすみませんよ。その考えもしなかった、そういえば。なんか、海外ではある種って別にそんな高ないですよって、やっぱ輸入のあれやから高なってるっていうところが結構あるんじゃないですか。だから、その高級紙という風に捉えすぎない方が、海外じゃめっちゃ安いですよっていうコメントたまに来ますもんね。だからやっぱ輸入やからっていうのと、ね、日本人ある種好きですよね。ある種、ある種、ある種、なんか発音ですかね。ね、赤坂さんおめでとうございます。じゃないですけど、いや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 、じゃないっちゃじゃないかもしらんけどね、すごいですよね。なかなかね。高校生とかも結構賞取ってたんですけどね、なんかポソポソ言ってて、いや。青木シエル大賞って、僕はあれ大賞じゃなくて2番目の賞やったから、うわ、抜かれたと思って、もう本当に師匠って呼ばんといかんなと思ってるんですけど、いや、本当にね、なんかこう、そういう感じで、皆さんね、いろいろ賞とかも取ったりね、あと、あの方、夏伊藤さんとかね、見ました作品。すごいですね。本当になんかこう、本当にもう、公表会とかにずーっとこう出していって、なんとなくこう、皆さん少しずつ分かってきている人は分かってきているんやろうなと。ね、なんかやっぱ日頃書く絵とちょっと公募展でって全く違うもん書く必要はないんですけど、例えば、夏伊藤さんの作品なんかっていうのも、ね、少女像ですけど、ポートレートではないですもんね。だからそのポートレートとやっぱりこう、絵画作品とのなんか違いみたいなのをしっかり分かってやってらっしゃるなっていう感じはしますよね。よいしょ。使いやすそうな筆ですね。どこの筆ですか？メーカーが書いてない。よくわからん。ごめんなさい。ナイロンの平筆、そんな変わらんすよ。ナイロンのこういうなんか、バンゴッホとかが出してたりするようなやつあるじゃないですか。そんな変わらんと思いますよ。確かに使いやすいかな。まあ、やりながら、確かに使いやすいかなっていう感じはしますけど、まあ、そんなにこう、筆でこう、特にこういう平筆のナイロンの筆は、あんま変わらんですよ。なんか本当にこう、高校生ぐらいの時に使うような平筆、一時めっちゃ使ってましたよね。絵の赤いやつね。これか。これか。ね。これどこの筆ですかね。ごめんなさい。本当に業者とか、適当と言うと失礼やけど、本当適当なんですよ。適当と言うと失礼やけどね。はい。ナイロンの筆でって言って、これ多分画材屋さんでこれは買うたような記憶ある。うん。筆のやっぱ、洗うのだけはちゃんとしといた方がいいかなと思います。ちょっと水の、あれを、えっ、と、方角をちゃんとこう見ながら、
ちなみにこの青い池ってこう人工のあれなんですよね。何かこうダムの工事か何かをやってた時に、ひょっこりひょうたん島的に現れたそうなんですよ。だから地元の人意外とあんまり興味ないみたいなこと言ってて、へえ、そうなんすかみたいな雰囲気のことをおっしゃってた方がいたような、いなかったような、ちょっと記憶は定かではございませんが、確かにね、ひょこっと現れたそうですよ。パレット、意味ありますこれ映してんの。まあ、とりあえずね。さあさあさあ。まあ、とりあえずはなんかね、こんな色混色してんやなとかっていうのが少しだけでもね、わかればなと思いますんで。まあ、モチーフの中とか多少入ってきてももちろんいいので、よいしょ。すごいですよね。今、時計見て、これ見て、写真見て、コメント読んで、今、動画の編集のそれを見てましたよ。自分でも今すげえなと思って。3つ4つ同時に見てました。ねえ。絵の具さん、大丈夫ですかね。これほんと画材屋さんで買って、まあ、平筆、平筆ナイロンとか、水彩筆ナイロンとか調べて、ね。で、この銀色の絵のやつがあれば、大体それなんちゃうかなと思いますけどね。ね、どっか他ないかな。うん。よいしょ。よいしょ。ちょ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 。まあ、ここだいぶ白いんですけど、とりあえずはこうね、で、で、ちょっとここのところっていうのは、なんかこう、湖面の、ここの緑とかがこう映ってる感じですよね。ちょっと消えたらあれやから、ちょっとこのところだけは書いておいて。よいしょ。少しこう、深みのある色みたいなのを少し置きながら、深みのある緑を置きながら、同時にこちらの方も置いてあげて、昨日、おとついぐらいに上げた、ライブ配信できへんかったとこの、あそこもなんか来てた人いたらしいんですよ。あ、チビが起きた。あ、ごめん、トークンごめん。ごめん、起きた。泣いてます。黄色。ごめん、起こしたね。ごめん、お兄が来そうです。来なくていいよ、兄ちゃん。兄ちゃん、ちょっと静かに喋ってます。うーん。よいしょ。よいしょ。僕も青い池2回目でしたね。よいしょ。ちょっと今はそんな水を多めにはしてません。で、ちょっと大事なポイントみたいなとこだけはちょっとまず書いといて、ちょっとここから水を少し多めにしていきますね。よいしょ。で、まあ、こう水入れなんかでも、もうこう完全に筆がこう汚くなってる水と、で、次になんか汚い水とか、すごい綺麗な水とか、なんか使い分けてますね。まあ、外に行って書くときっていうのは、どうしてもあんまり水ジャバジャバしたくないから、あれですけど、2箇所ぐらいで、水入れはやってますって説明してましたけどね。ああいうのもなんかこう説明してみると、あ、確かになって自分でこうやりながら、ほぼ無意識でやってるから、ね、無意識でなんかこう覚えていったというか、経験していったというかね。よいしょ。ビュービュー外遊03かな行ったんですが、当時は一部の写真愛好家にしか知られているだけで、訪れる人いませんでしたっていうことですかね。場所探すのに苦労した。もう今もめちゃくちゃ整備されて、一大観光地っていう感じですよね。なんかね、すごいなぁと思いました。海外の方めっちゃ多かったですもんね。なんかそういうこう Wi-Fi がこう工作しすぎてなんかなったんちゃうかって僕は勝手にライブ配信できへんかったんちゃうかと。そんな感じのなんか海外から来られた方のそういう Wi-Fi のあれ設定とかを外してもやってみたりいろいろしたんですけどね。何やったんかなっていう原因はちょっともうわからないですけどね。まあんま気にしない方がいいですね。なんで青いんですかなんで青いんですかね
ぜひぜひ、チャット、なんとかチャットで、チャット GPT に多分書いてあると思いますよ。うわぁ、泣いてる。お兄ちゃんが泣かしましたよ。さよ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 。お兄ちゃんが泣かしましたよ。ビュー。うん。なんで青いんですかね。上の子池っていうね、方も僕は、行きましたけど、あちらは、なんかもう真冬の時も行って、あれして、真冬の雪の中でも行ったりとかしてですね。こちらは、春と、初夏、まあ、初夏にまで行かんか。こないで行ったよね。北海道だから3回行きましたね。また機会あれば行きたいなと思うんですけどね、ほんとね。よいしょ。鳴き声かわいい。最近反抗期を反抗期とかイヤイヤ期を。ものすごいイヤイヤ期。すっごいイヤイヤ期。よいしょ。ものすごいイヤイヤ期。いや、パパいや。まず嫌って言うのが楽しいみたいで。いや、パパいや。今朝はなんかそうでもなかったですね。そのうちお兄ちゃんが手伝ってくれますよ。全然手伝わないですよ。ねえ、女の子やったら違うやろうなと思いますもんね。ほんといつも喧嘩してますよ。うるさいなと思って、妻が大変そうですよ。よいしょ。でちょっと大きくね、ダーンとこうつけていってます。はじめに濃いめにこう書いてるからですね、ある程度こう形とか鉛筆も含めなんですけど、その次のこう絵の具のあれも少し濃いめに書いてるから、そんなにこう、でアクリルもちょっと水彩風に描くアクリル画もあれば、油絵風に描くアクリル画もあればっていう感じで僕なんかは皆様に実はそうとお見せしておりますよね。アクリルですよ。今水結構つけてますよ。よいしょ。ピュー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 。うん。よいしょ。ピー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 。今日の夕方ぐらいに、K さんが届くそうなんですね。クワガタのことなんですけどね。もうそういうふうにこう、隠語で言わないと、お兄ちゃんが、どういうことどういうことって聞いてくるからですね。ずーっとそんな感じですよ。うちの会話。角のある K 探しに行くとかね。どないしようか。切った。あ、こんかった。よいしょ。シュー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 。これは本当にあそこのですね、湖でやったようなやり方に近いかもしれません。こんな感じでこう進めていきました。まあ、あそこよりは寝かせてかけるからですね、水がバーっと垂れてこんから、まあそんなこう難しくないというかね、あれはもうすごいもうほんと絵の具も垂れてくるわみたいなとか、何より熊来るんちゃうかみたいなね。ねお兄ちゃんの説明すごく上手でした。あ、なんかね、あれがね、届いたやつでしょ。ありがとうございました。もう本当に。だから、庭のプールでも使えるしね、庭でプールを開きをいつするかみたいなさっきちょっと議論してたんですが、泣いとる。ね、我が家のプール開きはいつなのか。いいですからね、もうほっときましょうね、泣いててもね。よいしょ。ちょっとこの辺でパレットやっぱ掃除します。これぐらいになってきたらね、映ってますかね。早めに取ってあげたら、ある程度取れますもんね、こうやってね。よいしょ。よいしょ。汚いところで、まず洗って、2番目のところでまた洗って、いや、まあまあのところで洗って、みたいな感じでアクリルの場合はしてます。まあこれ100円ショップのハケですよ。はい。女の子でもうちの娘はお兄ちゃんに対してひどい。そうなんですか。そうか。いやー、でもその乱暴さがなかなか。でも若干弟の子俺強い気がするんですよね。昨日も泣かしてました、お兄ちゃん。ひどいとかひどいとか言ってましたね。これ曇りの日だったんですけどね。まあ、とりあえず青空にしとこうかなと思います。ひどいって言ってましたよ。爪立てて顔なんかガッとやってました。また怪我すんちゃうかな思いながら、私はビール飲みながら、焼酎飲みながら野球を見てました。ちょんち
ごめんなさいね、こういうのアップでいつもね、見せたりもしますけど、水のこう、あれをこういう平筆とかのこう形とかね、ハケの形を活かしつつ、めっちゃ泣いてる、また。バナナもいい方が良かったですね。バナナ何やったっけ。おはようございます。根本さん、こんにちは。ねえ。一緒に行ったですもんね。もう名前出していいんでしょねえ。楽しかったですか。うるさい。うるさいよね。すごかったですよね、観光客ね。ちゃんとこう方向を、ちゃんとね。なんじゃい。ペペがいい。ペペがいい。パパがいい。こんな楽しそうなこと見せたら絶対やりたいって言いますよね、こんなね。来た。じゃないよ。もうちょ、後でさ、おいでよ。ちょっと、今ちょっとパパ大事なお仕事したの。じゃないよ。来ました。見るだけであんたとどまったことないやろ。やりたいって言うやろ。ほら、トークも来たんちゃうんトークンを締め出します。自分は違うやという。いったいった。怖っ。ねえ。どうですかねえ、行きましたね。びっくりしましたね。背面のこういうちょっとこう黄色い明るいところも少しちょっとポンポンしていってみましょうか。ね。よいしょ。今すごいですね。もうちょっと木に入ってもええかなと思いますんで、少しこう、ちょっとこう斜めにして、ね。パン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 。かわいい。真打ち登場。お師匠さんね、お師匠さんもね、お師匠さんまだ来るかもしれませんけどね。でも今日はね、本当に、夕方になんか届くという LINE が来ているので、おまけっていう感じですけどね。すごいですよね、日本の郵便技術ってね。もう世界に本当、誇れますよね。次の日届くとか意味わかります？奈良からですよ。少しこう、筆のあれを使いながらですね、形とかを使いながら、ハケというか、ダイソーかセリアで買ったハケとかの形を使いながら、また喧嘩してます。ギャー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 言うております。ね。消えた。消えましたね。よいしょ。ごめんなさいね。接続状態は良好ですということだけ出ております。よいしょ。ね、こうやってちょっと叩いてみるとかっていうので、こう、テクスチャ、マチエルをこうつけていくということもしても面白いかなと思いますよね。ね。トン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 、日野の2トンですね。トン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 。ごめんなさい。なんか先ほどちょっとチャットを読んでなかったような気がするな。根本さんの読んでなかったですね。ごめんなさいね。青池ですね。これから出かけた後もじっくり見させてもらいます。色を言葉で説明よかったです。パレットをね、書いてるの見れたらなかなか面白かったでしょね、やっぱりね、ライブ配信を見学に来られる方の一番は、このパレットの、絵の具のこう混ぜ方でしょうね。よいしょ。ちょっとこの暗い中の、あれを、少し、暗い中の明るい、色みたいなのを少しちょっと変えてみましょう。どんな感じになるかわからんけど、少しこう変えてみておきましょう。下の子は負けん気が強い。ね。クワクワ届いたら大騒ぎよ。もう平田やからね。平田クワガタってもう本当に噛んだら結構他のやつはもう、あれしてしまうぐらい力強いんですよ。前買ってたね、昨年買ってたやつも、お兄ちゃんやられましたもんね。痛いちょっとでも離さんですよね。だからそれだけが心配なんですよね。それだけが心配。ね、水面を描く。まあ、ちょっと木の方向とか見ながらやってますよ、もちろんね。よいしょ。でこれぐらいちょっとこう、少しこう土台みたいなのができてきたら、また筆を一番汚いところでしっかり洗って、次はまたちっちゃめの筆でこうやっていきますね。少し生の白に近いような感じでいいと思いますので、
この立っている木々ですね、を少しこう描いていこうかなと思います。まあ、あまりこう、混色とかで悩むよりは、とりあえずある程度どんどんと大きな感じで、大きな感じというか、ざっくりね、書いていこうかなと思います。ざっくりね。よいしょ。よいしょ。ピューと、トゥーと。でも北海道はやっぱりこう運転がね、まあ別に、700キロぐらい走ったんですけど、やっぱ楽ですよね。もうそれはなんかすごい思いましたね。余市のところの岩良かったですよ。あそこは絶対こう、札幌、余市、小樽の方見られてたら、あそこはほんま現場で書いた方が面白いですよ。本当にこう、すごくこう、僕はおすすめできます。なんでかっていうと、こう、岩まで近いんですね。ああいうとこで意外と岩が、その先にろうそく岩ってあったんですけど、そこはやっぱ遠いんですけど、地元の人はみんなそちらの方がろうそく岩がっておっしゃってたから、多分そっちの方が有名っていうかあれなんですけど、僕は個人的にはあっちの方が全然、恵比寿岩と大黒岩っていう方の方がおすすめかなと思いましたね。なんかね。意外とだから地元の人が思ってるよりも、なんか絵に描くんやったらば、意外とあっちですよとかっていうところも見つかったりして面白かったなと思います。この青の意見もやっぱりこうね、ここで描く勇気ってなかなかね、チコちゃんね、仕事で一段落埼玉りさんしましたか。ポンポンと叩く、こんな感じで水面描くんですね。まあ、これで完全出来上がりじゃないですけど、ちょっとマッチエルをつけてるだけですけどね。よいしょ。ピア ABC さん、企業をハケでポンポンしてるとボブ・ロス感すごいね。ボブ・ロスというね、人がいますけどね。よいしょ。よいしょ。ボブ・ロス。もうボブ・ロスは亡くなってますよね。僕もこんな感じでこう、今回書きながら自分でね、こんな感じで書くんやって思ってます。ノコギリとかバラバラになっちゃうぐらい強いらしいよ。本当に。そうなんですよ。もうノコギリとかもうほんとバシッとなっちゃう。ハナムグリは今5、6匹いるからもうそれ逃がそうねって昨日話して、うんって言ってたけどね。ほんまかな、あの人。うんって言ってたけどね。ハナムグリって、カナブンみたいなやつです。カナブンとハナムグリの違いがよう分かってないけど、ハナムグリを大量に取れる場所は知ってます。ハナムグリに関しては知ってます。よいしょ。よいしょ。ただやっぱね、男の子のロマンとしてはやっぱりオオクワガタをね、捕まえたことある人います野生の。たまにね、持ってるでとか言うてね、こう売ってるオオクワガタとかをね、あれ見せてくる、近所のちびっ子とかいますけどね。ヘラクレスオオカブト持ってって、でも外来種なんかも絶対ダメですよ。うちはもう絶対買わせないですよ。ヘラクレスオオカブトとかね、オオクワガタもなんかこうやっぱね、やっぱ取るっていうのがね、夢がありますよね。少しこうやっぱり、木々を入れていくと画面の中がこうね、閉まって見えてくるなって感じするんですね。でちょっとこうね、うん。まあ、ビビビビ言うとね、ちょっと紫色っぽくしたいので、赤を少し入れました。何赤か知りませんが、ちょっと入れました。よいしょ。で、早いうちにやっぱり後ろってなるべくこう決まるなら決まる部分まで持っていった方が僕はいいと思いますので、ちょこっとドライヤー、ドライヤー、すみません。そういや、ここでやるのもなんか久しぶりな気がしますね。今で30分、30、40分ぐらいですかね。木々をポンポンボールを使う。下の色が濃いと白が映えますよね。よいしょ。いつもね、ここにね、箱が置いて、箱っていうかこうなんか筒があってね、なんか紙かなんかを包んでたロールのこう、筒があって、そこにこうぶっ刺してるんですよ。よいしょ。もし質問あったらしてくださいね。なんかありました大丈夫ですよね。
ハートマーク、これ何なんですか？ 100 点とか、こんなんだよね。ハートとか、こんなんついてましたっけ？こんなん。わーとか、うわーとか、驚きとか、こんなんついてんだよね。みんなやりだした。面白いね。こんなんついてたのね。知らんかった。ね、みちみちさんもないでしょう。野生のオクワってね。見てみたいですよね。男の子の大概は、それを思ってるはずですよね。まあ、神やから吸収も早いですよね。よいしょ。で、ちょっとこう、少し後ろの方の緑とかを、もうちょっとこうですね。野生のね、よいしょ、みたいですよね。いつかみたい。でも佐賀県にはいるとかなんかネットの情報では書いてあるんですよね。神崎あたりにいるとか。ほんまか。ほんまか。よいしょ。よいしょ。ちょっと水を多めにしつつ、まあ多め、ジャバジャバっていうほどではないけども、下の絵の具もこう透けるぐらいの感じで、少しこう深い緑みたいなのを置いていってます。ほんまかーって感じですけどね。先ほど描いた枝の上にも乗ってきてもいいので、少し描いていってます。ちょっと例えば白とかほんの少し入れて、空気遠近法的な感じで、ぜひぜひ質問がね、ある方遠慮なくしてくださいね。もう皆さん亡くなりました？ 3 年もやってると。初めて見るという方とかでコメントしたことない？もう遠慮なくして。もうね、文章打つのしんどいんですよ。おじさんって、老眼やから。ね、ここで喋って返せるなら、それが100倍、200倍楽なんで、喋って返せるなら、もうそっちの方がめちゃくちゃ楽やから、よかったら質問あったらしてください。いやいや、なんか、とかね、それでこうコメントのあれで質問するより、絶対こっちのおっちゃん答えの楽やからね。コロコロさんもこんにちは。宮山ってね、僕の子供の頃全然ザラにいましたよ。もうめちゃくちゃいましたよ。コクワの次に取れるの宮山でしたもんね。ノコギリ取れたらうわーっていう感じで。で平田なると、大桑ちゃうとか言って間違ったりね、すると。そして大桑が本当に、ね、なんかこう、ビックリマンチョコとかを大量に買ってるやつとか見るともうめちゃくちゃムカつきましたもんね。大量に箱買いしてね、次の日学校になんか大量に持ってきてるやつとかもうほんま嫌いでしたもんね、ああいうのね。そんなんするからね。一個一個買ってね、それお菓子捨てるとかいう子いましたもんね。何の話や。昭和の話をしております。少し奥の方からやっぱり決めるような気持ちで、少しこう書いていってます。ビックリマンチョコとか大量にね、こうってさ。みちみちさんはちょっと僕世代近いから少し分かってもらえるとは思うんですけどね。赤坂さんなんかも近いんちゃうかな。よいしょ。カメポンさんもこんにちは、と。よいしょ。本番ありましたもんね。私たち子供の頃に、こう、大桑というか、コクワガタ50円。ノコギリクワガタ150円。ねえ、いくらやったかな？平田が500円ぐらいかな。買い取ってくれる店があったんですよ。大阪府高槻市岩手小学校近くの、駄菓子屋さん誠っていうとこね。そこまで言うか。でもそこで、ね、買い取ってくれて。で、50円で買い取ってくれたコクワを次の日150円で売るというね、アコギな商売をしてたんやなっていうのに、後で気づくんですけど、はい、なかなか素敵なね、子供たちを使わしてね、50円でアイス買うというね、ガリガリ君を買うというのが、本当にこう、日課やったりしたんですけど、すごい商売やなと、今思えばね、何にも実費かかってないですもんね。ほんまけって言われるんですけど、ほんまやったんですよ。そんなほんま嘘みたいなほんまの話って結構ね、昭和ってありますよ。楽しい時代でしたね。誠って本当に、駄菓子屋誠って本当にこれ誰か、私その時近くにこう3万人ぐらいの登録者になってくると若干こう、あの話本当ですよねって、なんていうの？わかりますわかりますって言うてくれる人がいたりするんですよ。僕のこう、田舎の学校で、あのね、なんていうか、学校の中にバイクさんが走るとかね、赤いオープンカーの外国車、ドイツ車が、で、通学する少年がいたとか、
ほんますかとか言われるんですけど、もうこの間も、あれほんまですよねって言うて、私その地元なんで、よく知ってますとかいう人が個展に来てくれたりですね。本当ですね。いろんな、嘘みたいな話がありますよ。ちょっとね、毛先をぐっと潰した感じで、こう少し後ろのじゃ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 とこう書いていってます。ちょっとずつなんかこう密度を上げていく技法みたいなのをこうなんか入れながらっていう感じなのわかるかなと思います。ね。スケッチ大会とかね、1時間、2時間ぐらいですか？ 3 時間ぐらいですかね。おじさん参加したら優勝できるかな。いいとこまで行くでしょうね。なんか賞ぐらいもらえそうな気しますよね。これもね、ちょっと毛先をグッとして、ちょっとこう広げたやつとかを固める方法はなんかないかな。こうベッド。多分これあれでしょうね。アロンアルファかなんかでこの辺くっつけたらええんちゃいますか。普通に考えたらそうでしょうね。ね、それでこうやってこう叩ける筆を作っていったらええかもしれないですよね。あ、絵描き猫さん。大きな印象と陰影を描いてから、詳細の描き込みをするんですね。次回やってみたいと思います。山や水の揺れを描く際、本物のように描こうとすると、状況が変わったり、細かすぎたりで難しすぎるのですが、コツがあれば教えてください。まあ、現場ではいつもなんか、お、かっこええとか、おもろいなとか、多分動画の中でもそういうの言ってると思うんですけど、あの、例えば写真とかを撮られるときも、やっぱりそこに、もうパパッと撮る、もう時間なかったらしゃあないんですけど、ちょっと滞在されたりして、光が出てきたとかね、もう10分ぐらいでもいいから滞在してみたら、その中だけでもなんか、かっこいい形とか色とかっていうのを判断できるようになっていくと思うんですよ。で、それの経験をどんどん積んでいって、これはなぜこういうふうに、私なりにかっこいいと思うんかなっていうのが見つかってきて、で、その瞬間っていうかですね、そういうのを、見逃さないような目になっていったりとか、難しいこと言ってますけど、できるようになってくると、なんかね、書いていくときに、こう、そういうこう判断ができるようになってくるんちゃうかなと思うんですよね。すいません。ちょっと曖昧な、なんとなくの答え、ほわーんとした答えになってしまいましたけど、ね。だから、いい形とか、まあ、これはある程度写真を見ながら描いているから、まあ、まあ、この現場でめちゃくちゃ風が強かったんですよね。それすごい面白かったですけどね。質問ですと、屋外スケッチや民家やお店を描くとき、その大家さんに挨拶して描かれますか？僕してないですね、じゃじゃと書いてしまうぐらいで、まあ、どうなんですかね。ちょっとよくわからんですけどね。僕もなんか、あんまりそういう感じで、まあ、でも海外の家とか書いてる作品とかね、一軒一軒挨拶するか言ったら、そんなことできへんからね、大丈夫なんちゃうかなと思うんですけどね。すみません、ちょっとこう、なんか自信のない答えになってしまいましたけど。ね、どうしますかね。誰か、本当の正解を知っていらっしゃる方いますか？いや、それじゃダメだぜ。本当はそうしなきゃいけないぜとかっていうのを知っていらっしゃる方いますか？ポン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 。今、平筆でやってってますね。で、この辺はこう水平線にこう近くなっていくような感じで、ポン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 。ねえ。一件だけ書くとかやったらば、やっぱなんか、でも挨拶した方がええんかな。もうそんな感じ。どうなんかな。僕はまあそうですね。例えば、昔の電車クロッキーとかね、全部挨拶すんのかしたらできへんしね。いや、したら怒られるやろなと。そーっとね、悪いことしてたということですよね。はい。今やったら本当にもうなんかね、何書いてんねよ、キーとかいう感じでね、なんかもうめちゃくちゃ叩かれる可能性ありますよね。今、ボコボコにこう叩かれてね。っていうね。まあ、そういうところがね、日本人はね、なんかね、外国の人は本当に周りが寄ってきて、おめえ何しとんねん、めっちゃうまいやんけ、とかっていう風に囲まれたことありますけど、私はなんか、あれをやってた時は、なんか、日本人の人はみんな当時ですけど、1990、2000年、頃ですけど、皆さんこう、やってるのに気づいた瞬間、目をそらしてましたね。あ、やばいやつやと。やばいやつやという感じですね。お前はどちらかにしろうるせえということですね。石田洋一さんということですね。これなんか、あれかな。
なんか何人かブロックしてたんだけど、解除してあげたんですけどね。てて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 、イカキネコさんありがとうございますと。トン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 
ブロックしてたの全員解除してあげたんですけどね。よいしょ。この100点とかのあれが出てきて、この100点とかハートのとこ、誰かなんか何個かコメントしてくれます？何個かコメントくれたら嬉しいな。ありがとうございます、みちみちさん。ね。ということで、はい。石田洋一さんのめんどくさい。何回かこの人なんかめんどくさいコメントしてきたんでね。一回こうブロック外してあげたんですけどね。またブロックされてしまいました。おめでとうございます。多分喜んではるでしょうね。構ってほしいでしょうからね。地域によって違うんですね。千葉は、ね。なんかね、いろいろこう、話も絵も両方楽しんでますよ。楽しいんですよ。ね、ちょっと光がこう入ってきましたね。こう光とかがこうね、こうやってピッ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 って。またブロックリストが増えたな。何ヶ月かして大体外すんですけどね。まあアカウント作り直せばね、違うアカウントすればすぐコメントできますけどね。めんどくさいからですね、もう。堀江門さんも言ってました。一時ずーっとこう、そういうアンチと戦ってたけど、ブロックしだしたら一気にいなくなったって言って。綺麗とさえさんね。ハートとか飛びますね。ね。そこのところにね、こう、ちょうどハートのところにこう、3本ポチがあってね。そこでうまいことやるとね、消えるんですよ。ねえ。外国の人はなんかほんとそういう感じはしますもんね。日本人はやばいやつおるぞって感じですもんね。ピピ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 。で、またちょっと枝描いていきましょうかね。ちょっと今度は、丸筆みたいなものを使いながら描いていこうかなと思います。石田純一さんはまだ YouTube やってはるんですかね。石田純一さんね。大変ですよね。本当は広末涼子さんも大変ですよね。まあ細かくは知らないですけど。ね。はい。人のこと言わん方がいいですね。よいしょ。ちょっとこの中に紫が入ってくるというね。紫のちょっとね、雰囲気というかね。もうなんかほんとでもいよいよ夏なりそうですね。暑くなりそうですね。皆さんどうですか？よいしょ。夏好きですか？今日も寝苦しかったですね。ほんとね。お兄ちゃんぐちゃぐちゃで起きましたけどね。よいしょ。おー、美しい。今日鬼好評ね。鬼好評大高さんの。あれでやっぱでも、やっぱあれかな。真ん中の花のとこもうちょっとやっぱ加湿した方が良かったんかな。まあなんかこう、公募展のなんか難しさみたいなのがね、出ますよね。この時期にある公募展やったらば、やっぱアジサイとかめっちゃ多いでしょうね。なんかね、だからそういうのとかの難しさみたいなのもありますもんね。公募展ってその辺が難しいんですよね、皆さんね。季節ものとかもね、やっぱ多いしね。よいしょ。大高さん出したやつと赤坂さん出したやつと同じなんですか？よいしょ。また来年もぜひね、リベンジ皆さんされたりとかね、してください。圧倒的な勝利を収めてくださいよ。中途半端なあれじゃなくてね。夏がいいのは若い時だけですね。紫入ると際立ちますね。ね。ちょっと紫入るといいでしょっていうとね。
いい色ですね。青と赤を混ぜて作った紫ですよね。それに白。パレット見てます皆さんどうなんですかね。まあ、これをこう、こっち側にしたらこうね、アップで書いてるのが見えたりもできるかなとは思うんですけども、ね。質問です。NK さん。はい。最近アクリルで描いてますが、パネルにジェス層で描くのは楽でしたが、水彩紙は絵の具の吸い込みが多く苦戦しています。先生は、もう全然、このハートが邪魔で読めへんね先生、油、この位置変えられるのこのハートの位置。ハートとかニコちゃんマーク。これ読めへんね。油、油彩用のパネルにアクリル画で描くこともありますか？油彩用のパネルにアクリル画で、ないですね。紙か、もう本当にこう、なんていうか、僕本当にアクリル画っていうのは、どっちかというと、作画とかでも、なんていうの作画用の、こう、皆さんにお見せするような動画とかっていうのも、板に、一枚の板、なんていうのに書いていて、自分の作品としてこう、書いてるというより、本当に皆さんにアクリル画っていうのはこういう感じもありますよという感じで作っているので、発表するような油絵のパネルとかには書かないですね。書いたことないですね。で吸い込み強いけど、多分グロスポリマーメディウムとかを塗ったらめっちゃ吸い込み止まりますよ。だからそういうこうなんか、動作を引くような感じで、ちょっとこう、メディウムとかを薄くこう、初めに引いてみたりとかするとか、紙でもね、これ紙、今画用紙、キャンソン紙に書いてますけど、そういう、あれでやってみても、動作を引くような感じでやってみられてもいいんじゃないでしょうか。どうですかね。よいしょ。まあ、少し、出来上がってきつつあるんですが、まだ1時間ぐらいですけど。猫描いたら公募展の先輩と被ってしまいました。猫も多いでしょうね。もうね、本当に被った時はね、こう、やっぱりその中でもこう、いっちゃんええやつとかが選ばれることが多いので、やっぱね、その辺っていうのはね、よいしょ。うん、F05 公募展ですと。奄美に住んでる時は夏好きでしたが、都会だと夏が一番嫌いです、おさやさんね。奄美はいいでしょうね。もう海行こうって感じでしょうね。なんかね、本当にこう、人もね、なんかこう、土日はやっぱ多いんですかね。奄美の本当海はすごいですよ。綺麗ですよ。でも今回はこう、公表会、ね、あれ、石垣島の方出してましたね。いいですね。沖縄もいますしね。いろんなところに僕も友達が増えてきたなと思ったりしてます。石垣島、ね、初めてかな。沖縄の方やと菊池さんって方が沖縄で、今回、一番初めに出した方、石垣島に嫁いで何年。日本もいろんなとこがこう出てきましたね。嬉しいですね。こういうのを見たときに、どこ側が白いかなって、こことここの隙間のとこが白いなとかっていう、こういうチェックはやっぱしてくださいね。ね。そういうこうチェックをよく見ながら、面白いですかこのね、水のかき方みたいなの。ちょっと面白いんじゃないですか結構慎重にやってます。実は。はい。この形ね、ちゃんと意識しながら、この点々点を意識しながら、ちょっと慎重にはやってます。ハッピーさんおはようございますと。石垣島ね。石垣島のライブ配信ね、なんか福岡空港から、あれがよう出てるという、あれっていうか、ピーチが出てると、私の友人が言ってて、いいよーなんて言ってたから、ありやな、なんて思いますよね。水の揺らめきがとても綺麗です。まあこういう反射とかもね、活かしつつですね。ここからどうやって描こうかなって今頭の中で考えてるんですけど、まあグロスポリマーメディウムとかみたいなものを使うのもありかなと思うんですが、ちょっとね、そういうのないという人のためにも、なるべくそういうの使わないで、パレットもちょっとこう、乾き出したら水ちょっとつけてあげたら多少取れます。取れるでしょう。多少取れます。多少。よいしょで、
これぐらいのなんか丸筆なのか何なのか、わかりませんが、こういうちょっと筆を使って、よいしょ。水をちょっと多めにした、これぐらいの感じのもので、ちょっと老化がひどくなってきてますので、少しぎゅーっと、よいしょ。少し毛先が広がっているような感じでのものとかを活かしつつも、こういったものも活かしつつ、よいしょ。よいしょ。ピッ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 ピ。よいしょ。よいしょ。少し下の絵の具が消えるような感じでもいいかなと思いつつ、うん。うるさい。ギャーって聞こえましたね。ギャーって言ってますよ。で、水平線に近くなってくると、ちょっと水平線の感じとかね。よいしょ。よいしょ。少し半透明な感じで描いていってますけども。よいしょ。この辺はね、鉛筆の線とかも大体に残ってますけどね。今日はメディウムとかを使わずに描いていってます。だからちょっと皆さんもできそうな。それでもこの手の動き、無理やって突っ込んでますか？埼玉にさん手前の水が綺麗ですと。夏はやっぱりいいですか？夏さんですもんね。一度石垣行ったことあります。八重垣そば美味しかった。いや、ちょっとね、行きたいなと思いますよね。お腹が空いてきたんで、ちょっとすみません。いただいたお菓子を食べようと思います。賞味期限を2023年11月9日。暴風林という、十勝メーカー。なんか、質問からばしてくださいね。ハスですね。ハスですね。うん。多分、吸い込み本当に気になるやったら、グロフコンマムジムね、つけられたらええんちゃいますか？ 1 時間ぐらい。現場ではこれのやっぱり8号サイズ。ちょっとすみません。あと1時間ぐらい。ちょっとね、今日12時頃にちょっと公開します。宣伝で申し訳ないんですけど、今日ね、こちらでももう一回、ホームページの方に、公開しますので、コミュニティ欄かななんか、何かにちょっとあれしてるかな。これは、フラノですね。フラノを描いた作品。ちょっとやっぱ加筆しました。あの後ね、この辺とかを中心に加筆しました。お逆や。これ順番に言ってるのかな。あれば、新芸能家というところですね。新芸能家というところで、これはライブ配信をしたかなで、これができなかった。だからこれ見ると、やっぱアクリルと透明水彩えらいちゃいますよね。ね。一回りこんだけサイズが違います。ね。これは、実際ここで書いて、その後加筆しました。で、その近くの森ですね。こちらの森ですね。森を描いたという作品です。これ結構僕面白いと思ってますよ。だいぶその後もちろん帰ってきて加筆してます。これ縦サイズですみません。で、そこからですね、旭川の方に行く道中に見た風景で、これ三愛の丘というところですね。なんか自転車でここまで登ってきてる子たちが結構おって、若い人とか面白いなぁ思いましたよ。で、翌日、カムイコタンですね。みちみちさんから教えてもらって、ゴールデンカムイで、ここがギューッと曲がってるんですね。で、そこで結構合戦が行われたみたいなことを言ってはりました。うん、ね。逆ですね。
で、これが、そこから、ずーっと、小樽の方に、行って、余市というところあたりですかの、恵比寿岩と大黒岩。どちらがどっちか知りませんが、ここすごいやっぱ面白かったです。ここのこうライブ配信見てたらわかると思うんですけど、光の移り変わりみたいなのが、非常にこう面白い。どん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 変わっていく様みたいなの面白かったなと思います。そして翌日、札幌の方行って、まあ、ここでね、見に来られた方とかが、あれの、白い恋人のパッケージのデザインした人って。ねすごいなと思いました。まあ、こういう景色で、もう札幌ドームもなんか札幌ドームっぽい感じになんか雰囲気で描いたんですけど、大きなこう色面とか、こういう構成とかがこうね、面白いかなと思います。で、ここもライブ配信のこう、あれがすごくこう、接続状況が悪かったんで、見に来られてきた方が8人か9人いたんですね。最後こう写真撮ったら。結構遠いところ、北見っていうところとか、聞いたらそれもやっぱ3、4時間車でかかるとか。で、今お菓子こうくれた、この十勝メーカーくれた方も、ちょっと遠いとこでしたね。なんてとこやったかな、十勝、石狩なんかね、いうとこでしたよ。いうことで、じゃあこれ、最後の最後で、ちょっとこれも配信できなくて、もしかして見に来ようとして、近くのとこに一人いたっぽいんですけど、ここもちょっと電波が悪かったんで、一人で書いておりました。という感じを、ちょっと12時に公開しようと思いますので、よかったら興味ある方は覗いてみてください。12時頃ね。これ見たのね。ちょっと、描き込みをしながら、こう、水なんかもね、やりながら。なんか質問あったらしてくださいね。なんか質問があれば遠慮なくしてください。ほんとね、もうなんかもう面白いとこ、やっぱ、あそこを回っただけでも、あの辺り回っただけでも、あんだけありますから、でも老眼ひどいからもう見えよってきた。あんだけありますからね、もっともっとこう、北海道探せばいろんなとこあるでしょうね。あんだけ広いしね。皆さんもぜひぜひ。少しこう葉っぱ的なものがあるところは葉っぱ的なものを少し描いてみたりとかしてですね。上級者向けでしたこれ初級者向けでしたそんな難しくないでしょなんかサムネイル変えることできるから。いや、これは全然初級者でもいけますよとかいろいろコメントいただけたら変えようかなと思います。M さん、形状がもこもこした森、波や木々に色を置くとき、便利な筆を、ヒントを、これ、本当にこのハートマークが邪魔で読め。くださいかな。まあなんかこう、平筆っていうのはなんかこういう直線とか引くのには結構意外と便利。大きな面をもちろんね、あれするためにこう平筆っていうあれなんですけど、意外とこう使い勝手によってはこういう風にこう平筆ってね、できるかなっていう気がします。ニョロニョロと曲がったような細い線とかっていうのは、平筆はちょっと難しいんで、こういう丸筆とか、もこもことした時とかっていうのは丸筆の先端をぐずっと潰して、使ったりとかしてましたよ。今見てたら。やっぱりこうその辺はやっぱ使い方みたいなのは、いろいろこう、変えられてもいいかなと思いますよね。平筆はだから意外となんか、そういう使い方ができるんやでっていうのは少しね、知っておいてもいいんかなって気がしますね。ほんとこのハートマーク邪魔やわ。コメント読めへん。動かせんのかな読めへん、見えへん。よいしょ。で、少しこう最後のあと30分弱ぐらいで終わりますけど、やっぱ大きいのでね、これね、どうしても1時間から1時間半ぐらいかかります。うん。よいしょ。よいしょ。確かにこう動画の中を一生懸命見てれば、あ、この人こういう時こういう筆使ってるなとか、そういうのわかるでしょうね。なんかすごくこう、もうほとんどなんかほんと反応のようにこう自分で屋外のライブ配信とかもそうですけど、反応するかのごとくこう、道具を使っていってるなと自分で思うので、
なんかこの時にこうとかって意外とこうなんかね、あんまりこう考えてなくて、反応でやってますよね。反応で。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ね、ここら辺の映り込みとかが綺麗ですよね。よいしょ。もうちょっと細い、線が引けたら嬉しいかなと思います。1時間から1時間半早い。まあもうね、これは本当にこうね、あんまだらだらこう皆さんにね、お見せしてもあれなんで、1時間から1時間半。大学の授業かって90分でしょ？それ以上やると皆さんね、もうまあ大体眠くなってきたりしますんでね。そのぐらいがちょうどいいかなというふうに思ったり、屋外でやるときもスマートフォンのバッテリーを考えると、大体1時間ぐらいかなという感じでいつもやってたりするんですね。よいしょ。よいしょ。で、またちょっと横のこう細い枝とか書いてませんけども、これなんか使えるんかな？こういう筆。ね。毛先がこうなってる筆を直接、まあかな。まあまあかな。まあこういうのもまた形に沿いながら、まあまあかな。またこれを上からこうやっていく、ポン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 とやっていったり、こっちの方向にポン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 とやっていったりとかして、どんどんこうね、複雑になっていけばいいなというふうに念じているわけですよね。好きな筆ありますか？相性のいいとか。本当変わるんですよね。何度もこれ筆のこと言ってるんですけど、筆僕本当にあんまこだわりないんで、あんまり本当なんですよね。ただやっぱなんかこの、ラフィーニやったっけな。これはすごいなんか使いやすい。名村さんの。これはなんか使いやすいなと思って、案外大事なポイントで使ってるかなと自分では思うかな。で、筆とかね、動画で紹介すると、どうしてもこれはってやつ紹介したくないじゃないですか。売り切れられるの一番困るんですよね。だから、ちょっとね、その辺っていうのはね、ごめんなさいね。なんかこう、筆のことはもうその筆をあれする動画を上げているので、ちょっと見て、あれが限界、僕の教えれる限界かなというふうに思って上げたつもりなんですよね。だからよかったらこの辺使ってますよ動画っていうのがあって、この辺までやったらなんかギリギリ教えてもまあまあなんとかっていう感じかなと思うんですよね。すみません。よいしょ。これなんかもう本当に安い筆ですよ。あの、これもなんか800円か900円の筆ですよ。意外とそんなんでもある程度書けますよとかね。よいしょ。どうしてもね、筆はね、動画で言うてしもたらガーッとそれが買い注文が入ってしまって、なくなった後になったらね、見え加減をなるっていうこと、まあそこまではないけどね、僕は。よいしょ。ちょっと今日意外と筆を多めに使っていますね。素敵ですね、と。ハートマークこちら出てないんですが、なんだろう。あ、画面を大きく、チャット欄を大きくしたら、あれやね、もうちょっとこっちにしよう。あ、ちょっといけるな。はい、ずらした。水や森のところ絵の具の重ね方すごく参考になりました。よし、最後、ちょっと枝の辺をあたりも描きつつも、あ、ごめんなさいね、いい筆があれ。ごめんなさいね、いい筆があれ。よいしょ。筆めちゃくちゃあるんですけどね。絶好調宣言出せる筆っていうの意外とないんですよね。絶好調宣言を出せる筆とか。よいしょ。よし。またパレット洗って、またこれラフィーニのちょっと細い版ですよね。あ、なんか。よいしょ。よいしょ。
ちょっとここにね、映っている感じとかを、もうちょっと早いうちから、書いておけばよかったなと思うんですけどね。すみません、この辺ね。今日はお昼は皆さん何ですか？我が家は焼きそばです。焼きそば美味しいですよね。我が家は焼きそばです。これなんかやり出す前にこれから時間見せた方がいいですね、こうやってね。なんか結構配信が終わった後に、こんばんは、おはようございますとかコメント来るときあるんで、ね、そういうのもちょっとできたらなと思いますが、今回忘れてました。音声が一回入らんかったからですね。みちみちさん、本当ありがとうございました。本当に、いつもね、入ってないかもしれませんとかすぐ言ってくれるから、もうめっちゃ助かります。よいしょ。そのために皆さんヘッドホンしてんのかな？あれなんでやろうな。でも自分の声は聞こえないんですよね。で、皆さん別に喋るわけじゃないからね。なんでヘッドホンしてんだろうなと思って。よくわからんけど。ズームとかやったらね、相手方が喋るとかいう声が入ったり入らんかったりがわかるんで、あれ必要かなと思うんですけど。こういうのもただ一人で喋ってるだけやからですね。よいしょ。なんか質問あったらしてくださいね。もうすぐ終わりますんで。何か質問があれば最後してください。ちょっと細かい描写をしていってます。細かい描写をしながら、もちろん、もっと書き続けろって言われたら書けますし、喋るなって言われたら喋らないで書くこともできますよ。それはね。でもね、皆さんの寝落ちラジオになればなと思ってます。これはやっぱ細い線とか引きやすいですね。ヘロヘロヘロと。描き終わった絵の色を、北海道さんこんにちは。北海道さん誰北海道さんって。いいな。盆の羊さん。水彩とアクリル初めてやるにはどちらがおすすめですか？透明水彩かな。水彩っていうのはなんか、アクリルも多分水彩なんで、水彩画の中でもアクリル絵の具の方が透明水彩の方が筆の手入れとかね初めの頃ってどうしてもやっぱりまだ、絵の具慣れてないうちとかってこうね、筆とかダメにしてしまいがちだったりするから、透明水彩の方がっていう感じはあるけども、まあそれぞれ全然違う画材なんで、描きたいものによってかなと思うんですけどね。こんな絵描きたいとか、ギト先生の動画 YouTube 見て、これ描きたいとか思ったらそのアクリルやられたらいいと思いますし、透明水彩のこれ良かったからこれがいいとかっていう風にされた方がいいのかなとは思います。あんまりね、どちらが絶対いいですとかっていうのはなかなか言いにくいとこあるかなと思います。よいしょ。ビュー、ビュー。よいしょ。ビュー、ビュー。うんうん。まあ、これまあ配信が終わった後にまた解説もちろんするんですけどね。こういう感じで、書いていきます。質問があればしてください。星をつけて。描き終わった色のよう北海道さん保存させるためのスプレーとかって必要ですか？絵のね、うんと、アクリルの場合はなんかそういうあれがあるのかなと思いますよ。僕はでもやってないですけどね。はい。アクリルの場合は油絵で言うとタブローですよね。そういうのがあったりするかなと。鉛筆とかやったらフィクサチフとかね、あったりするかなと思います。やっぱり必要ですか。のりこさん、こんにちは。リトグラフなど18から19世紀の本の挿絵みたいな
綺麗な描画を描けるようになりたいんですが、そういった版画的な絵は一回下絵を描いてから赤版とかに転写しているんでしょうか？それとも直接、板に描いているんでしょうか？リト、どうちゃうなリトのどの線やろうね。どんな感じの線ロートレックのみたいな18世紀から19世紀ってことはね、1700年、もうちょっとロートレック前っちゅうこっちゃね。どの絵やろどの絵のこと言うてんのかな？もうその頃ってリトとかあるっけ？なんかこう、同伴のイメージなんですけどね、その頃ってなんか。あるか？赤飯ってあるかな？誰かあるかな？ゴヤとかそのあたりってことかな？その綺麗な線っていうのがパッと僕思い浮かばないけどな。どうなんやろうな。ごめんなさい。なんか今日あんま質問にちゃんと答えれてないような気がするけど。全体的に。どれなんやろうな。ねえ。どんな感じの絵なのかが、パッとごめんね。みちみちさん、頭に浮かばん。今度会った時ぜひ、とか、見せてくださいね。なんか飲み屋とかで。こういう感じとか言うてくれたら。はい。どの線やろ？本当でもね、版画ってすごいいろんな種類があります。今言ったようなリトグラフと呼ばれるようなもの。まあ、有名なところで言うと、結構リトグラフって赤版とか平版、平版って書いて、平版とかね、言うたりするんですけど、えっと、石の上に油性のもので書いて、それをコーティングして、そこからその油性のものみたいな、まあ、ダーマトグラフとかですけど、そういうので書いて、その油性の部分だけ拭き取って、そこにインクを詰めて、今度はこう、そのコーティングした部分だけ取って、みたいな、わけわからんプロセスを踏んでいきます。っていうのがリトグラフっていう、まあ、要は平たい版ですよね。で、凹凸の、出っ張った版っていうのは、木版画のことです。要はインクが乗るところっていうのを凹凸の O やね。O 版っていうのは木版とか、要は、出っ張ったところにインクを詰めていく。で、突版っていうへっこんだ版っていうのは、銅版画のことです。これもなんかどっかで説明してもいいかもしれないですね。で、後版っていう穴のこうですね。こうっていう、版画っていうのが、シルクスクリーンと呼ばれるもの。T シャツのこう、あれとか、プリントごっこ。大体その大きく分けて今の4つがあります。あとはなんか最近なんとかみたいななんかデジタル系のなんかがあるんですけど、あれよく僕分かってません。写真みたいななんかなんかね。そういうの分かってません。伝統的にまあ昔からっていうわけじゃないけど、あるのは今言ったような4つの種類です。はあ、まあ、ザザザザと1時間ちょっと書いてまいりましたと。質問に答えてくださってありがとうございます。早く T に追いついてください。なるほど。だいぶ前に購入した水彩の方に私の大学時代の作が載ってましたと。ヘッドホンはノイズキャンセリングがあって集中できるので、ヘッドホンはノイズキャンセリングがあって、要は、チビの声とかがあれってこと私はその恐怖と戦いながらやらんといかんなと思ってます。はい。奴が来たぞっていうことで恐怖と戦いながらやるのが私の使命だと思ってますので、そういうことなの。別にこう動画の中の音の調整とかではなくてってことか。そういうことか。なんや。そういうことね。うーん。まあ、他と対話する形やったらばね、もちろんあれがあった。ハッピーエースさんありがとうございます。これ何これ？どこ？韓国ウォンってことこれ。ねえ、なんかすごい素敵。いくらやろね。2000ウォンって200円ぐらいってことかな。そんなもんじゃなかったっけ？忘れましたけど、ハッピーエースさんありがとうございます。もう在住なんですか？韓国かな？ハッピーエースさん。よいしょ。もう韓国大好きな子いたな。昔教え子で。めっちゃ好きな子いたな。結局ほんと留学して、またコロナ明けてっていうかコロナの1年ぐらいで留学できるようになって行きましたもんね、またね。元気してんかな、あの人。よいしょ。よいしょ。
少しこう、水しぶきとかを書いていったりと、水しぶきとかこのね、波紋とかを書いていったりします。そうです、すいません。ちょっと、もうちょっとこう気持ちの問題ですから、もうほんとね。ハッピーさんは向こうに住まれてる日本の方かな。韓国行ったことないですよね。近いのにね。めっちゃこう、福岡とかからなんか乗ったら、ね、距離的に言うと、インチョン一回、こう、経由地で行った時にびっくりしましたもん。近って思って近って言って、ね、成田とか行くより近いやんとか思って、そういったこと一回ありましたけど、そこに寄ったぐらいです。ごめんなさい、本当にね。福岡空港から寄って、そこでなんか合流するというなんかあったんですけど、その時、うわ、近っと思った。でもなんかすごいですよね、あのハブ空港。でっかいですよね。この間もあそこの新千歳のでかさにもビビりましたけど。ねえ、インチョンでかいですよね。韓国も上手い人多いですよね。なんかこう造形的にゴロッとこう描く人が上手やなっていう印象が、上手やなっていうか多いなっていう印象ありますよね。今までもなんかすごいこう訓練してるっていう感じの、なんかやっぱ感じの絵が多いなとは思いますけど、すごいなと思いますよね。昔のなんか日本のこう受験教育に近いことを今、なんか今もやってらっしゃるっていう感じで、全然悪いことじゃないと思うんですよ。日本がそういうのが、昔はそういう感じだったけど、今はね、そこまでやらんでも受かるわみたいな感じになってきたんちゃうかなと僕はなんか思ってたりするんですけど。いやいやいや韓国からのなんか留学生も一人受け入れたことあったな。英語やったな。何ちゅう子やったかな。名前忘れた。英語やったね。もう10年ぐらい前ですけどね。すごい英語やったですね。いやという感じで、1時間ちょっとまだまだ書きたいとこなんですけど、質問全部答えたかな。大丈夫かな。水を多く含ませる悪い癖、2層目なのに、先生は心がけてますか？どういうことやろ？どういうことやろ？意味がわからん。水を多く含ませる悪い癖、2層目なのに、どういうことやろ？まあなんか、ね。すいません。ちょっと M さん意味がわからない。まあなんかこう本当にこう塗り方みたいな、水の量みたいなのはなんか調整したりとか、多くしようかなとか、しようかなとか、なんかこう少なくしようかなとか、もう直で、今これなんかジェストにね、直で、これ映ってるかな、ここ白なんですけども、直で絵の具つけて置いていくところもあったりとかしたりとかして、やってますよ。よいしょ。うるさいな、またギャーギャーなりそうですね。お兄ちゃん呼びます？終わったよって言って。書かせろって言いそうですけどね。お兄ちゃん呼びます？今で、どれくらいかな。1時間32分。まあね、こんな感じでいかがだったでしょうか。もうちょっともちろんこう水のとこ書いてもええかなと。元来はもっとあるんですけど、やりすぎてもなんかね、せっかくのこういうところで、ここに離れ小島があるの書くの忘れてましたね。お兄ちゃん呼びましょうか。今日はね、土曜日、日曜日、妻が大変ですからね、ぼちぼち終わらんとね、申し訳ないですね。僕、おっちゃんだけが遊んでるみたいな感じになってしまいますからね。ちょ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 。韓国の人ってものすごいでしょ？もてなしが。ね。高知の人もなんかすごかったなと思いますよ。よいしょ。もてなし方がね。っていうのをなんかちょいちょい聞いたことあります。高知もそれはもう絶対なんですよってね、言うてましたね。よいしょ。この辺からね、もうだいぶエンドレスになっていきますからね。よいしょ。という感じで、一応こういうのでサインを、入れて、またもうちょっと書きますけども、入れますよね。で、こう、例えばこういう波の形に合わせて、こうね、横にしてみるとかっていう感じでやることもあったりとかね。お兄ちゃん来る前にね、画材をね、片付けとかんとね、あじゃじゃじゃって言うてきますんでね。ピピ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 。ピュー。外した後またマスキング貼り直すんですけどね。描くときね。よいしょ。
また旅を続けたいと思いますので、よかったらですね、12時ぐらいに公開しますので、ということでございました。いかがですか？ということでございまして、ちょっと紙パレもね、ごめんなさいね。お兄ちゃん呼ぶ前に、片付けんと、弟来る前に片付けんと、大変なことになりますので、ということでございました。いかがですか？ちょっとせっかくやからお兄ちゃん呼びましょうかね。お兄ちゃんも弟も呼びましょうか。黒巻効果により。よいしょ。後でね、でかくしますね。これを削除。はい。よいしょ。お兄ちゃん、ちょっと来る？お兄ちゃん。お兄ちゃん。お兄ちゃん、トップ来る？はいって言って。来ますって言ってます。来ます来ます。ちょっとこの辺ちょっと。やめて。どうぞ、座って。はい、座って。トークも来るって。おーいって。おーい。元気か？でかい声が。ありがとうございました。お兄ちゃんがやってきたところで、弟くんも多分来たがるとは思うんですけども、なんかほら、お弟子さんにちょっと師匠に質問ありますか？皆さんね、なんかあれば、師匠に質問してください。大きくなります。大きくなります。何が大きくなるの？なんか質問があれば、皆さんが質問。お兄ちゃん、来ました。元気ですかと、かわいいと。なんでそれ？何のポーズそれ？ね、大谷翔平。飛行機は JAL パックがおすすめですと。これ触ったらダメ？触っちゃダメ。なんで？乾いてない。どのくらい大きく？クワガタが大好きですか？はい。何クワガタが大好きですか？ノコギリクワガタです。あれ今日くんの平田だよ。平田も大好きです。平田も大好きですか？お昼は何を食べますか？ちょっとわかんないよ。わかんないか。焼きそばです。癒しの風景北海道さん、元気ですねと。今週、なんかね、トークンと同じぐらい、癒しの風景北海道さんの毛量、髪の毛の量ね、ちょうどトークンと同じぐらい。ちょうど同じぐらい。愛は、はい。上。ねありがとうございました。ということで、幼稚園楽しいですか？幼稚園楽しいですか？無視してますよ。愛は、ということで、ありがとうございました。楽しかったです。じゃあ、終わるね。ということで、ぼちぼち終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。バイバイ。バイバイ。終了。終了。パンチ。した。終わり。